水の都かよ柳の町かよ。福岡県を代表する観光の町、水郷柳川。日本各地からの観光客はもとより、海外からのお客様も年々増え続けています。海外の方、日本の方もですけど、癒しの場として、ゆっくりとした時間を過ごしてもらいたい、魅力あるところを伝えていきたいと思っておりますね。海外からのお客様を日本語でおもてなしする。しかも優しい日本語で。柳川市ではこのようなコンセプトで新たな取り組みが行われています。娘心はまた知らぬいの巡る堀割船下り。柳川市を訪れる外国人観光客のうち、台湾の方が半数以上を占めているという実績があります。調査をしてみると、台湾の方の 42% が少しでも日本語を話せるという結果が出ました。難しい言葉になりますと、なかなかやっぱ通じにくいとか、こっちがベラベラ喋っちゃうと、通じにくいんですけど、注意してくださいとか、ありがとうとか、簡単にやっぱこちらから問いかけますと、やはり案外通じるんだなと。それだけやっぱ外国のお客様も勉強して来られてあるんだなというのはあります。優しい日本語ツーリズムは、日本語を話したい海外からのお客様のために、日本語の初心者でも分かりやすい言葉で会話をし、おもてなしをするプロジェクトです。日本語で話したいお客様は白いバッジ、おもてなしをする側は水色のバッジをつけ、一目で話しかけられる仕組みです。日本語でまずは話してみて、簡単な言葉で日本語で話してみて、意外と通じるもんだよというふうになってくると、外国の方に対する応対をする時のハードルがですね、ぐっと下がるんではないかと。海外から来られた方も、なんか柳川の人は親しみやすい、なんかよく話しかけてくれるとか、おもてなしがなんか優しいねっていうようなことで、柳川の評判が広がっていくと、インバウンドの数も増えていく。柳川の人たちが、船頭さんやタクシーの乗務員さんやホテルの方、お土産の売店のおばちゃんにしてもですね、そういう英語をしゃべらなんていかんとか、中国語をしゃべらんていかんとか、そういうことが苦手よ、とてもじゃないよ市長、そういう話はできませんよと。日本語やったら、優しい日本語やったらできるかもしれないと、そういうような気持ちたくさんいらっしゃると思います。その中、柳川市8万人においでになったと。このプロジェクトは台湾との交流を深めることにより、台湾の方の思いを知るところからスタートしました。観光だけではなくて、あらゆる分野でのこの交流ですね。ぜひさらに本事業のコンセプトやスケジュールの確認が行われ、市長をはじめスタッフ全員の意識が一つになりました。ふるさと柳川を愛する気持ちからですね、まず柳川から始めたいと。柳川市内の呉服屋さんです。柳川市の取り組みについて NHK 福岡放送局の取材が行われ、ニュース番組61福岡や海外向けのニュースラインで紹介されました。外国人に対して、全ての外国人に対して日本語で話すんじゃなくて、話したい方に対して話すっていうやり方なんで、そこがまずそういうスタートから入りましょうと。全てが理解されなくても、じゃあ10喋ったら5を理解していただくだけでもいいんですよと。
いうところから僕はスタートしていくべきだと思います。10月8日、柳川高校において優しい日本語講演会が開催されました。参加したのは福岡県内の留学生や柳川高校の留学生と柳川市民の方々。優しい日本語は東京外国語大学の荒川教授による講演では、優しい日本語とはどういうものかを分かりやすく紹介。もしもし皆さん、ちょっとお電話遠いんですけど、点で言い切ってないんですよ。この言い切らないっていうのが外国人には非常に難しい。優しい日本語というのは外国人に対して切れ味がいい日本語ですので、この切れ味というところを取ってきてですね、優しいコツとしてチョキチョキチョキ、ハサミっていうのを考えました。歯とサとミがポイントです。何か考えてみましょう。歯は書いてあります。はっきり。ミも書いてありますね。短く。さは何かっていうと最後までっていうこと。はっきりした言い方で必ず最後まで、ただし短く言うっていう。君のアイデアはいいね。君の案はいいね。君の考えですよね。はい。そういう考えとか昼ご飯とか始まりとかっていう言葉を使うっていうのが優しい日本語のコツだというものです。旅行の楽しみっていうのは景色の楽しみ、美味しいご飯の楽しみ、それと片言でもいいから現地の人とその国の言葉で話せたらこれ一生の思い出になるじゃないですか。せっかくやってくる観光客に「May I help you」みたいなことを言っていたら、もしかしたら日本語で話したい人がその楽しみ奪われちゃうかもしれない。柳川全体としてあの町に来るとみんな分かりやすい日本語で話してくれるな、おもてなししてくれるなっていうことは、多分これからそれ自体が大きな観光資源で、優しい日本語の町柳川っていうものができるかもしれない。一番難しいところって初め日本語で話しかけるところです。初めの 2,3 回のやり取りができると、あとは日本語の土俵に入ったぞっていうことでものすごく流暢に話せるようになりますので、本当にこんにちはどこから来ましたかとか、こんにちは柳川へようこそっていう話をパッとできるかどうかっていうあたりが一番鍵になりたいです。後半は英語落語で有名な桂海志師匠による日本初の優しい日本語落語。43キロです。喋るんです、体重計がね。こんな太った女の人が乗ったんですよ。ピピピピピピピ、一人ずつ乗ってください。留学生に向けて分かりやすい言葉を使った落語を披露しました。留学生の飛び入り参加もあり、場内は爆笑の渦に包まれました。渡されたやん。いいですね。最後に留学生と市民の懇親会。笑いで温まった会場で、それぞれ優しい日本語を意識した会話に取り組んでいました。優しい言葉を使って、分かりやすかったです。感動しました。留学生感覚のためにこの講座を開けて、柳川の人間味を感じました。外国人の方も日本語のレベルが非常に様々だったので、そういう意味では、結構全体をワットというのは結構気を使いましたが、とてもそれぞれがそれぞれを思いやっていい感じで笑ってくれたと思います。落語という日本の文化で留学生の皆さんが笑ってくれるっていうのは本当に嬉しい経験ですね。はい。11月10日、金子柳川市長をはじめ本事業のスタッフが台湾を訪れました。台湾の日本語教育関係者や学生の皆さんに、優しい日本語でのおもてなしに取り組む柳川市の姿勢をアピールするプレゼンテーションを実施。これは台湾人が3人集まれば8割の確率で日本語を話す人がいるということになります。
市長自らのトップセールスに対し熱い視線が集まりました。台湾人はものすごく日本語を勉強することは大好きで、これをもう私台湾人としても本当にびっくりしました。なんか仕事のためじゃなくて、なんか趣味としてやっているということがね、非常になんていうかな、素晴らしいことだと思います。日本語のなんていうかな、文法から外国にとってはもともと難しいものであって、こう優しい日本語、つまり誰でも通用できるように、そして聞いてても大体取れるように、そういったような環境づくり、もし作り出しましたら、もっともっと外国人の観光客が日本へ、そして柳川の方に観光に行くかなと私は思っております。とてもいい企画だと思います。日本に行く外国人の旅行者は、日本が好きで行くわけですし、当然日本語が少し話すことができればいいなと思ってますし、できるだけ触れ合いたいと思ってますから、多少の日本語でコミュニケーションして、しかも優しい日本語ではっきりとゆっくりと最後まで言い切って語っていただくっていうのは、とても気持ちが伝わっていくと思います。単に言葉の問題は言葉だけに終わらないで、心の距離につながっていきますから、そういう意味では優しい日本語っていう取り組みはとても私はいい取り組みだと思いました。優しい日本語を学ぶ前からも、私のワークショップは、海外にあちこち行きました。その時の、対応の仕方と、今度学んでからの対応の仕方が全然変わったんですね。でこちらが変わると、相手の方もすごく心を開いてくださって、学びながらもゆとりがお互いにできるようになったように感じます。優しい日本語を実践するリーダーを養成する講座が11月21日から3回に分けて行われました。この言葉を使ったら、これは知ってるんだなってことに。実際に観光客をおもてなしする方がさまざまな業種から集まりました。まずは優しい日本語を話すためのいくつかのポイントを学び、実例を交えての講座となりました。川下りは、昔のお城の周りを船に乗っていくのです。皆さんが難しいとか、こういうことはわからないって思うようなことは、専門的用語だとかそういうものはできるだけ避けて、とにかく皆さんが興味を持ってこれに参加していただけるっていうふうに、嫌にならない、退屈にならない、なんか難しいこと先生言ってるよなっていうふうに思って足が遠のかないってことが一番心がけていることです。ではまずゆっくり目の前にいる留学生の方と、最終日には柳川高校の留学生を相手に優しい日本語による会話を実践。まずは優しい日本語で自己紹介から。大きなで、そこにみんなで一緒に入ります。一緒に。どうですか？恥ずかしいっていうふうにどんどん。お互いが理解し合うまでには時間はかかりません。それぞれのグループで話は盛り上がっていきました。終了後、受講した人へ修了証を授与。柳川に50名以上の優しい日本語リーダーが誕生しました。柳川の皆さん優しいんだけど恥ずかしがり屋でもあると思うんですね。だから今までは外国の方を見かけてなんか声をかけてあげようかなと思っても、それが英語でないといけないと思ってもう皆さん遠のいてしまう方が多いんですけど、これからもし優しい日本語でいいですよということであれば結構皆さん声をかけることができますね。難しいんだけど優しい言葉で言ってみるとすごく分かりやすい。それが外国の方にも、分かっていただければ
またそれが私たちの喜びになって、なんか気持ちも若返って楽しくなるんじゃないかなって感じました。12月8日、台湾から日本語を勉強しているお客様を招待。実際に観光していただき、優しい日本語によるコミュニケーションを検証していきました。いただきます。まずは柳川名物うなぎのせいろ蒸しでおもてなし。ここは日本一の川下りの船頭さんはもちろん優しい日本語講座を受講しています。海苔の倉庫、海苔の倉庫がこの右側になります。朝霞にも2つあります。浅い、モーニング、朝霞。ジョークを交えながらの説明もあり、ほとんどの内容が理解できていたようです。うさぎぶつかれ木の根っこ。夕方の歓迎レセプションでは、金子市長自らが優しい日本語でお客様にインタビューを行いました。幸せ。ぜひお試しください。お花では日本の文化と歴史に触れることができました。日本ではこの投げたりキャッチボールをしたりして遊んだり、難しい表現も簡単な言葉に言い換えればより理解が深まります。今はもう、見るものあ、すごいね、かわいいですね。皆さん一生懸命私が話す言葉を聞いてくれるので、私も一生懸命喋らなきゃいけないなって思うんですけど、そうすると逆に難しい言葉を喋ってる自分に気づいて、やはりこれは意識してやらないとできないことなんだということに改めて気づきました。美味しい時期は今ですね。お昼は魚尽くしの料理。皆さんお刺身はお好きですか？はい、とっても好きです。とっても好きですか？ありがとうございます。全部入れて。全部入れていい。お寿司の食べ方も学びました。全部入れると崩れる。北原白秋の聖歌ではみんなで歌うシーンも。今もこういう形ですね。形はこういう形。でも2回は飾ります。この舞台だけを。30年これは火事になるんですね。燃えるんですね。燃えてしまう。燃えちゃったんですよ。わかる？わからないっていうのをやっぱりこう自分が言った後に尋ねることが一番だなと。で分かってなかったらやっぱりこう分かるようにもう一度こう自分の中で身振りとか手振りとか入れてこうしたいなって思いましたね。美容専門学校のハリウッドワールドではヘアメイクに初挑戦。同世代の交流で会話も弾みました。難しか。泣きたい。難しか。私は日本語は下手です。それに、知らないことを尋ねているときにみんなも親切で優しい言葉を話して本当に良かったと思います。私だけでなく投稿している仲間の中に日本語はそんなに分かってない方もいらっしゃるので、その方にも分かれるように説明してくれて本当に助かります。海外からのお客様と英語でなく優しい日本語で会話する。
このシンプルで誰にでもできるおもてなしの形を福岡県へ、九州へ、そして日本全体へ発信していきます。自分をやっぱこう、勉強してどれだけ優しく簡単に伝えられるかというのをやっていきたいと思っております。優しい日本語で話ができるようになればですね、積極的にもっと一歩も日本もですね前に行って海洋を楽しむとかいうことによって自分も非常に楽しんだ時間を過ごすことができるからですね、柳川市全体が活性化してくるというふうに思ってますけど、柳川方式がですね、市内だけではなく筑後一円、また福岡県内、また九州、もっと大きく出ればですね、日本列島全体がですね、そういうことで取り組んでいただければ、外国、政府が求めている4000万人ですか、外国のお客様がたくさんおいでになるというふうに思っています。一生懸命です。感謝とありがとうです。一期一会ですか。楽しか安心ですね。ありがとうという言葉です。優しいですね。一日一生です。命を大事に。せせらぎとか木漏れ日っていう自然を表す言葉がとても好きです。なと思います。一期一会です。ありがとうございます。本古知新という言葉が一番好きなんですね。思いやりじゃないですか。一生百福って書くんです。一つの笑いは百の福って書く。感謝という言葉です。思いやりって言いましょうか。頑張ります。自分にしてほしいことを相手にしなさい。一期一会です。一瞬一生。努力です。ありがとうですね。心で好きですね。ありがとうという言葉。もよもよっていう表現です。一生懸命です。美しい。頑張ろう。真心です。一期一会ですね。ありがとうです。